Hello! LGBT からのさしだよ。今日はですね、なんと皆さん初の野外ロケということですね。ちょっと汗もかきつつ、興奮しながらお届けしています。で、私が今いるのは神保町にやってきました。で、前回ね動画出した通りですね、ちょっとコロナの影響で、総司先生はお金がなくなってしまってですね、実家に帰らせていただきますということで、動画を出してですね、いろんな人から総司先生早く帰れとかね、帰らないでとか賛否両論いただきながらも、たくさんの愛の手をねいただきました。ありがとうございます。で、今日なんで私がね神保町にいるかというと、ズバリ断捨離ですね。そう、今東京の、アパートにまだ住んでるんだけども、やっぱり全ての荷物っていうのを沖縄にね持って帰るってことができないから、ある程度ちょっと物を捨てたりとか売ったりしようかなと思っています。で、今日はですね、神保町っていうのが古本で、とても有名なので、私が7年くらい前からかなコレクションして集めていたゲイ雑誌っていうのをちょっと今日はね売っていこうかなと思います。で、今日私が売っていくゲイ雑誌っていうのはですね、いわゆる幻と言われているかなり昔の雑誌になるので、最初にまずいろいろと説明とかをしていこうかなと思います。で、今日はですね、野外ロケということで、カメラマンとしてですね、もう私の友人であるゆうすけくんっていうのをね遠くから派遣してカメラマンをやってもらっていますね。ゆうすけくんね、はい、ゆうすけです。今日はわざわざ来てくれてありがとう。いえいえ。ゆうすけ君は声だけの出演でねお届けしようかなと思います。今日私が持ってきたゲイ雑誌っていうのはですね、もう何十年も前に刊行された雑誌なんで、ちょっと手袋っていうのをつけさせていただいております。で、今日最初にですね、紹介したいのはこちらですね。ちょっとゆうすけ君近づいてくれますか。たらん、アドニスと言われるゲイ雑誌ですね。1954年刊行になる、戦後初の、ゲイ雑誌になっております。日本のゲイ雑誌に詳しい方はですね、もう知らない人はいないくらい、最も、貴重なゲイ雑誌の一つになっていて、文豪の三島由紀夫さんも別名のニックネームを使って投書をしてたくらい人気だったカストリ雑誌の方になっています。ゆうすけ君もちなみにこれなんかドキュメンタリーか何かで見たんだっけ。なんかドキュメンタリーっていうか、三島由紀夫のことをなんか調べてたら、なんか別名でやってるっていうのを知って、なんか内容を見てみたいと思って調べたらアドニスっていうのが出てきて、なんだろうと思って、投資先生に聞いたら、持ってるよみたいな、嘘でしょみたいな。ちょっとね私がどのようにしてこの本を入手したのかっていうのは結構複雑な経緯があって、簡単にね動画で説明できるから、いただいたものとなっています。で、このアドニスなんだけど、どういうものがねこの中に書かれてるのって疑問にね思ってる人もいると思うんだけど、このアドニスっていうのは今のゲイ雑誌の原型になるっていうか、基本的にはその官能小説というか、ちょっとしたエロティックな小説と、ちょっとしたイラストとか写真とかが入ってたりします。でね、めちゃくちゃ私がすごく興味深いと思ったのがこのページなんだけど、ちょっとゆうすけくん映せるかな。この会員紹介というところ、これ30代40代くらいのゲイの人たちは親しみがあるかなと思うんだけど、文通欄みたいな感じなんだよね。現代のゲイ雑誌のバディだったりとか G メンだったりとか、そういうゲイ雑誌って昔ね文通欄っていうのがあったので、そのやっぱりネットとかがない時代っていうのはこういう文通、手紙を通して他のゲイの人たちと知り合うっていうことをしてたんだけど、実はこのもう1954年に刊行されたアドニスでも似たようなことがされてたんですね。このアドニスという雑誌もですね、実はゲイ雑誌として売ってないんだよね。これはギリシャ研究会という風に感じで、あくまでこのギリシャの彫像とかダビデ像とかの肉体美を研究するための雑誌ですみたいな感じで新聞とかの広告とかで出されていたそうです。会員紹介のページを見てみると、本当に昔のゲイも今のゲイも変わらないなっていうか、年上が好きですとか年下が好きですとか、なんかそういうね体型の好みだったりとか年齢の好みとか書いてあったりとか、特徴的なのが今の時代はさ、ちょっとね出会いとかに溢れてるからさ、こんなブス嫌とかさ、やっぱこいつじゃなきゃダメとかさ、やっぱ毛が濃くないととか言うとわがまま言ってるねゲイたちも多いと思うんだけど、この時代はねプラトニックな関係を築ける人だったら誰でもいいですとかね、それから情愛とかなんかそういうものを結構重視した投稿っていうのが半分以上を占めていたりしました。私たちね現代のゲームはこれをね見習うべきだと思います。見た目とかね性欲とかね、そんなことばっかり気を取られてないで、もっとプラトニックな出会いとかっていうのもね探してみたらいいかなと思います。幻のアドニスっていうのをですね、今日は買い取りに出して旅行費の当てにしようかなと思っています。どうだろうね、ゆうすけ君的にさこれどれくらいで売れると思う。謎だよね。全然なんか見当つかないけど、プライスです。50万ぐらい。50万ぐらい、まさかそう
そう結局さこれってやっぱ値段をつけられないんだよね。50万でも欲しいですっていう人がいたら、まあこれは確かに50万の値段になるし、こんなの1000円でもいらないわっていう人がいたら、まあ1000円にもならないっていう感じで、欲しい人がどれくらいこれにお金を出すかっていうのが値段のね指標になると思うんだけど、今回ですね、このゲイ雑誌を売りに行く本屋さんは一度このアドニスとかを取り扱ったことがあるお店なので、まあ、ある程度このアドニスのこととかも知ってたりとか、まあ、ゲイ雑誌の歴史とかもちょっと知ってるのかなと思うので、まあ、ちょっとこれが一番買い取りどれくらいになるのかなっていう感じでめっちゃ気になる。楽しみになってます。多分みんなもね気になると思う。1954年だよ、これもう60年以上前に出されてる雑誌だから、そうかなり状態も結構いいです。なのでちょっとこれが一番楽しみかなとなってきます。で次のですね冊子がですね、またゆうすけくんのお手を借りてですね、アドニスはとても貴重だからちょっと1冊しか持ってないんだけど、今回ですねなんと3冊も、持ってきたものがあります。それが、こちらですね。バラ見えるかな。バラそうバラという、雑誌になります。アドニスが開刊してからちょっとして1964年に刊行された、ゲイ雑誌になっています。多分この動画を見てる人たちの40代50代の人たちはバラ族っていうようなゲイ雑誌とか聞いたことあるんだけども、そのバラ族とは全くなんと別物のゲイ雑誌になっています。バラというのはですね、まあ、今日はですね3つこんな感じで持ってきました。7号と10号と20号だね。でこのバラも基本的なスタイルっていうのはアドニスとかと一緒でも、やっぱりちょっと時代が進んでいて、この会員紹介のページの他に読者の声をなんか掲載してるページとかがあったりします。私がこのバラとかを結構読んでいてものすごく面白いなと思ったのは、コラムっていうのがねこの時代にはもうすでに書かれてたりするんですね。この時代とかには同性愛的な、まあ、肉体関係をやってる人たちっていうのがかなり増えていて、まあ、それに対する考察だったりとかコラムを書く人っていうのも現れていたようです。でちょっとねそのページを紹介しようかなと思うんだけども、ゆうすけ君近寄ってダダン、まあ、ちょっとね詳細を伏せるんですが、ホモにおける愛の技巧の知恵、そうすごくないドゥルン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 アドニスの時代はですね、まだそういうゲイとか同性愛者っていうアイデンティティという確立っていうのがほとんど行われていなくて、どちらかというと、まあ、SM だったりとかそういうフェチとして同性愛っていうのが存在していたのね。でも徐々にこの1974年のバラの時代からですね、同性愛者としての自分というか、こう男の人が好きな男性というようなそのアイデンティティの形成が始まっている。いろいろとゲイの人たちの間で自分たち自身の捉え方っていうのが少しずつ変わりつつあるんだなっていうのが、垣間見える雑誌になっていたりします。一体このバラという雑誌はですねいくらになるのかものすごく楽しみにしています。で、次の雑誌はですね、さらに時代が新しくなっていきます。もうここら辺まではねもう見たことある人も結構いるかなと思います。ダダン、バラ族ですね。出ました。バラ族ってさ、このねイラストがものすごく特徴的だと思わない？多分みんなねこのイラストどこかで見たことあると思うんだよね。でバラ族は1971年に刊行されている、ゲイ雑誌になっています。実はですね日本で初めて書店で販売されたゲイ雑誌になっています。歴史的意義のある雑誌になってたりします。で、この頃からはですねもう70年代突入しているので、写真とかも結構増えていたりとか、文通欄、自己紹介欄っていうのもかなり充実してたりします。でちょっと中身を見てみようかな。私がねものすごく面白いなと思ったのはニューヨークのゲイガイド。もうこの70年代からですね結構インターナショナルな感じに、こう海外のゲイの出会いの場所だったりとかゲイバーだったりとか発展場だったりとかそういう場所の紹介とかがされるくらい結構コミュニティというのが形成されつつある時代。もうちゃんとあったんだね。そうすごいよね。だからもうこんなのさもはやさ今もやってるよね、ニューヨークのゲイガイドだってね。でだからこの70年代くらいからですねもうゲイの人たちはちょっと海外に行ってそういうゲイライフを謳歌していたとかそういうのが伝わるかなと思います。70年代以降はね、フインのねフレディ・マーキュリーさんだったりとか、いろんなねゲイのアーティストゲイの著名人とかも活躍を始める、時代に突入していくので、そういう時代背景とかっていうのもこのゲイ雑誌のその紹介欄、ゲイ雑誌がどういうふうに構成されてるのかっていうところからも読み取れるかなと思います。でさらに面白いなと思ったのはこんな感じで広告欄があるの。すごくない？
これ男の匂いがムンムンして君をジンジンさせる他にも、ゲイ雑誌だったりとか、そのゲイの人たちのためのコンテンツっていうのが次第に数を増やしてきた時代になるのかなと思います。バラ族はですね、結構比較的新しめ、これでも50年くらい前なんだけどね、新しい目の雑誌だからそこまでお金にはならないかなみたいな、主戦のみたいな感じ聞こえるけど、そうお金にはならないかなって思いますが、これもちょっと期待しています。そう先生的にはどれくらいだったらいいなって思ってるんですか？私そうね、やっぱ引っ越しとかの費用もかかるからさ、トータルでね大体今5万円くらいになってほしいんだけど、でもぶっちゃけね多分ね5000円とかがさ、なんかガチなさ数字になるかなってちょっと思ってる。リアルだよね。ちょっと動画としてね面白いかなと思ってちょっと持ってきました。なのでちょっと買い取りに行ってみようかなと思います。 OK。 はーい、来たよー。来たよー。査定が終わって戻ってきてまいりました。ちょっとね私がねちょっとサプライズが好きだから、ゆうすけくんの方に買い取り額を一旦聞いてもらって、この買い取り額を私のスマホの電卓の方に打ってもらったから、今ね私がこれを指紋認証で解除したらトータルの買い取り金額が出るっていう感じになっています。どうなんだろう、なんかさ、さっきからさ、なんかゆうすけくんがさ「なるほどね」みたいな感じでさ、なんかだけど匂わせ的なさ感じのさ振る舞いをしてるからさ、なんかすんごいなんかこうドキドキして気になるわけ。そうだったんだっていうなんかさ買い取り行った時さものすごくびっくりして、専門的なスタッフっぽかったよね、なんかもうみんなさ「はいアドニスね」とか「はいバラね」みたいな感じでパッパッパーって見てもう慣れてたよね。そうさすが神保町だなって思ったよね。ちなみに宗師先生はトータルどれくらいだと予ト想しますか？ータルでどうなんだろう。だからさっきはさ3万くらいになったらいいなとか言ってさ、なんかでも結局やっぱ5000円くらいじゃないみたいなさ感じだったんだけど、ちょっとゆうすけ君はねなんか匂わせてくるからトータルいくら1万円1万円トータルで現実的な当たりな気がする。1万円が一番高いのはやはり私的にランクをつけるとやっぱ一番高いのはアドニスだと思う。やっぱ歴史的にね価値があると思うから、なるほどね。でやっぱ2番目がやっぱバラかな、多分トータルはもしかしたらバラの方が大きいのかもしれない。3冊あるから3冊で合計でね。でバラ族はね多分500円とかじゃないの知らんけどわかんないけど、そんな感じの予想を立てています。どこにねなるほどですよ。じゃあちょっと答え合わせに行こうかなと思います。了解しました。そう今ねちょっと手袋つけてるから指紋認証ができない。ドキドキするね。じゃあ行きます。運命の瞬間。3、2、1。おおマジで2万円、やばいやばい。どうです私の予想の2倍なんだけど、嬉しい。そう2万円でしたすごい。じゃあちょっと一つ一つね買い取り額を聞いてみようかなと思いますね。やっぱみんなねまずこのアドニスの値段がすごい気になってるかなと思います。ゆうすけくんこのアドニスおいくら万円ですか？このアドニスは3800円です。3800円。あれ安い安い。あれ3800円。約3800円。約3800円。はい。なるほど。そうなの、そんなもんなんだ。なんか私的にこれが一番高いと思ったんだけど、だってトータルが2万円でしょ？そうですね。でこれが3800円。これが3800円でした。マジか。意外。あれ三島由紀夫ってそんな人気なのですか？その説が文豪に立てつく。じゃあアドニスは3800円ということで、で次バラ7号と20号と10号ですね。これ1冊あたりのお値段おいくらですか？ですね、それ価格がバラバラなんです。価格がバラバラそんなことそこへ来ちゃう。そんなことやっちゃう。そうなんです。じゃあ一つもう順序よく7、10、20で聞いていくか。わかりました。まず7は、7こちら。はい。7は5000円でございます。おお、アドニスより高いこれアドニスより高いんだ。そう。7は5000円。じゃあこの10はおいくらでしょう？10は3800円です。3800円。これはアドニスと一緒。アドニスと一緒だね。でこの20は？この20は3800円です。これは3800円じゃあ7だけ5000円ってことはやっぱり何かしら理由があるんだよね。そうなんです。それは、三島剛さんという方の絵がその冊子の中に入っているから
値が少し上がるそうです。なるほど。三島剛さんっていうのは確か私もなんか何回か名前を聞いたことがあるから、多分すごく有名なイラストレーター、そうみたいですね。そうなんだ。それが少し価格に差をつけた理由らしいです。そうなんだ。確かにそうだよね。アドニスとかもさ、やっぱ三島由紀夫の作品が実際に入ってる号と入ってない号だったら多分値段が変わっていくんだよね、きっとね。なるほどね。じゃあ私の65で多分入ってなかったよねきっと。だと思いますね。多分ね、3800円。結構さらっとアドニスは3800円ですということで流されてしまいましたね。これが3800円の5000円。こいつちょっと一番ねフルッチーからさ、こいつが一番ねなんか傷ありですとか言ってさ減額されるかなと思ったんだけど、意外や意外。なるほど。で誰もお待ちかねでないバラ族待ってますよ。いや、とてもねこれ一応大変貴重な差しであることに変わりはないですけども、これ何百円でしたか？こちらはなんと3800円です。これ超失礼なこと言ってる私。そうですよ。そうやって3800円。そうなんです。これは実は教えてもらった時に、この青いバラの方だけ7巻だけ5000円ですと言われて、あとの4冊はまとめて1万5000円くらいですって言われて、割ると大体3800円くらいですかねということでつきました。なるほど。なのでそう3800円単純に割っただけであって4冊で1万5000円くらいだねという結果でした。やっぱりじゃあバラの7号だけはもう別格だったんだ。もうこれはもう差別化はされるのね。もうこれはもう三島剛さんのイラストが入ってるからまとめはしないよ。そうなんです。これ3800円。ちなみに私今日さバラ族はねとりあえず500円くらいじゃねとか思ってさ1個しか持ってなかったけど、実はね私これ家にあと数冊ありますあれもしかしたら沖縄以外の場所行けるかな宮古島の旅費も稼いだかもしれないすいませんでした、500円なんて言って立派な価値がありますよ。申し訳ございませんでした。立派な価値がある代物でしたすごいね、面白い。じゃあこの5冊今日買い取りで出して、合計ね2万円ってことで、このバラの7号の方が5000円で、他はまとめて1万5000円という感じで、買い取り額出してもらいました。意外とね私のコレクションが2万円になるなんてものすごく驚きっていうかめちゃくちゃ嬉しいですハプニングもたくさんあったしね、めっちゃ面白かった。で私ねこの買い取りを出してる時にちょっとふと思ったんだけど、確かにねこの、今日買い取りしてもらった書店の方の方に、そのまま2万円でお譲りしてもいいかなと思うんだけども、やっぱりね私のチャンネルってゲイの人たちがたくさん見てるし、ゲイコミュニティの中でねいろんなねことやっていきたいなと思ってるから、もしねこの私の動画を見てる人の中でバラ族欲しいとかバラ欲しいとかアドレスが欲しいんですっていうような方がいたら、この今日ね買い取り出していただいたその値段でお譲りしようかなって考えています。もちろんね別に誰も現れなかったらそのまま買い取りしてくださったお店の方にお譲りしようと思うんですが、もしかしたらね万が一欲しい方がいるかなと思うので冊子買わせてくださいっていうようなことがあったらですね、ぜひコメント欄とか Twitter の DM もしくは E メールアドレスの方にですね、ご連絡をいただけたら嬉しいなと思います。とりあえずね、私は11月末まで東京にいるので、私が引っ越しするまで、11月20日にしようかな、11月20日を締め切りとして募集をしようかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。OK、じゃあ今日はこんな感じかな。ゆうすけくんもありがとうね今日ね。いえいえ楽しかったです、面白かったね。私も意外とこんな普通の笑顔が出ると思わなかった。その YouTube 用のビジネススマイルじゃなくてさ、ガチなリアクションだったと思う。いや本当ねすごいびっくりした。シンプルに驚いたよね。本当に驚いた、こんな値がつくんだって。私よくて1万円とか1万円とか言ったけどさ、ぶっちゃけさ5000円とかさ、そんくらいの値段じゃないのとかって思ってたから、本当に嬉しいです。冊子のね予想もねそうちょっと違ったもんね。ちょっと違った。そうアドレス、全然高くなかった。高いけどそうなのでね、私の航空券代の購入に当てたいと思うので、ぜひ皆さん欲しい方いらっしゃったらぜひご応募よろしくお願いしますバイバーイ。